もしも世界で一番大きな津波があなたの目の前に押し寄せたらどうなるでしょうか。想像を絶するその瞬間にあなたは生き残ることができるでしょうか。今回はそんな恐ろしくも好奇心をそそるテーマ、もしも世界一の大津波が来たらを深掘りします。この話を聞けば今夜眠れなくなるかもしれませんね。ふふふ。さあ、恐怖と科学、そして少しのブラックユーモアが織りなすこの壮大な物語にあなたを誘いましょう。地球上には私たちの想像をはるかに超える自然の脅威が潜んでいます。その中でも最も破壊的な現象の一つが津波です。津波は単なる大きな波ではありません。それは海底地震や大規模な地滑り、あるいは火山、噴火などによって引き起こされる数百万トンもの水が一塊となって押し寄せる巨大な水の壁なのです。そのメカニズムは深海のわずかな隆起や沈降が海面全体を動かし、そのエネルギーが波となって伝播するというもの。深海では感知しにくいほどの小さな波が海岸に近づくにつれて海底との摩擦で速度を落とし、その分波の高さが驚異的に増大していくのです。このエネルギーの伝わり方は通常の風によって生じる波とは根本的に異なります。風波が海面付近の限られた範囲でエネルギーを持つ一方、津波は海全体の水海が動くため、その破壊力は桁外れです。海面がゆっくりと隆起し、遠くの水平線に黒い線が見え始め、その線がぐんぐん近づいてくる光景。そして次の瞬間には全てを飲み込む水の濁流へと姿を変えるのです。かつて日本を襲った東日本大震災の津波は多くの人々の記憶に深く刻まれています。東北の美しい海岸線を一瞬にして飲み込み、数えきれないほどの命と財産を奪い去りました。しかし世界にはそれをはるかに超えるスケールの津波が過去に記録されています。その最たる例が1958年7月9日、アラスカのリツヤ湾で発生したメガ津波でしょう。この時の津波は高さなんと524メートル。想像できますか？東京スカイツリーの半分近くもの高さの水の塊がたった一つの湾で発生したのです。これは湾に面した斜面で発生した大規模な地滑りが原因で、数百万立方メートルもの土砂が狭い湾に一気に流れ込んだことで、通常の津波とは比較にならない巨大な波が生み出されました。もしこんな信じられないような高さの津波があなたの住む町を襲ったら、考えるだけでも背筋が凍りつき、深い絶望感に襲われるでしょう。私たちが日々暮らすこの世界がいかに脆い基盤の上に成り立っているかを改めて思い知らされる瞬間です。では具体的に世界一の大津波が来たら、私たちの世界に一体何が起こるのでしょうか。その恐ろしくもしかし科学的に考察すべきシナリオをいくつかの段階に分けて詳細に見ていきましょう。この段階的な解説は単なる想像ではなく、過去の事例やシミュレーションに基づいた現実味を帯びた予測です。第一に、インフラの壊滅。それは文字通りの世界の終焉の始まりです。津波はその巨大な質量と時速数百キロメートルし尽くします。鉄筋コンクリートで頑丈に作られたビルディングもまるで子供の積み木のように簡単に粉砕され、基礎から引き剥がされてしまいます。巨大な橋梁はその強固な鉄骨構造にもかかわらず、紙切れのようにねじ曲がり、橋脚ごと引き倒されるでしょう。電力網は送電線が寸断され、変電所が水没することで都市機能は完全にブラックアウトします。通信網は光ファイバーケーブルが切断され、基地局が破壊されることであらゆる情報伝達手段が麻痺し、人々は孤立無縁の状態に置かれるでしょう。道路、鉄道、空港といった交通網は瓦礫と化した構造物によって完全に遮断され、救援活動や物資輸送は不可能となります。想像してみてください。電気がなく、水道もガスも止まり、インターネットも電話も通じない世界。現代社会においてこれはまさに文明の終焉、あるいは中世に逆戻りするような状況を意味します。病院は機能を停止し、緊急医療サービスは崩壊、食料や生活必需品の生産、そして輸送も不可能となり、大規模な飢餓と物資不足が社会を襲います。生存できたとしてもその後の生活は極めて困難を極め、生き残った人々も絶望の淵に立たされるでしょう。特に原子力発電所や化学工場のような重要インフラ施設が被災すれば、その影響はさらに広範囲に及び、長期的な環境汚染や健康被害を引き起こす可能性も否定できません。津波によって引き起こされる二次災害、例えば電気系統のショートによる大規模火災、地盤の緩みによる大規模な土砂崩れなども壊滅的な状況に拍車をかけ、復旧の見通しをさらに困難にするでしょう。これらの被害は単なる物理的な損害にとまらず、社会の秩序、人々の精神にまで深く蝕むことになります。第二に、
地形の恒久的かつ劇的な変貌です。それは地球が自らの姿を塗り替えるかのような光景となります。津波はその途方もないエネルギーで海岸線や内陸部の地形を大きく、そして恒久的に変えてしまいます。かつて美しい砂浜や岩礁だった場所はその形を止めることなく削り取られ、海底に堆積していた泥や砂が内陸に押し上げられ、これまでとは全く異なる新しい地形を形成します。平野部は泥と海水、そして無数の瓦礫の堆積物で覆われ、かつての面影は完全に失われます。うっそうと茂っていた森はまるで巨大な鎌で刈り取られたかのように根こそぎなぎ倒され、木々の残骸が広範囲に散乱します。時には内陸深く数百メートル、あるいはそれ以上の距離まで海水が侵入し、これまで陸地だった場所が一時的に海と化すこともあります。そして津波が引いた後には無数の瓦礫が散乱し、風景は一変してしまうでしょう。それはまるで地球が自らの姿を塗り替えるかのような畏敬の念すら覚える光景です。海中の生態系も甚大なダメージを受けます。繊細なサンゴ礁は破壊され、海洋生物の生息環境は大きく変化し、多くの種が絶滅の危機に瀕します。陸上の生態系も同様で、津波に直接襲われたエリアだけでなく、淡水域への塩害や土壌汚染によって多くの植物や動物がその生息地を失い、生態系のバランスは大きく崩壊するでしょう。このような地形の変化は長期的に見て地域の気候、水循環、さらには生態系の回復にまで深刻な影響を及ぼし、さらに広範囲な環境問題を引き起こす可能性も考えられます。かつての風景を取り戻すことは不可能に近いかもしれません。第3に、社会機能の完全な停止、そして人類の精神への深い傷跡です。津波による直接的な物的被害だけでなく、その後の社会全体への影響は計り知れません。経済活動は完全に停止し、数世代にわたる復興には途方もない時間と国家予算を超えるほどの膨大なコストがかかります。多くの人々が家を失い、財産を失い、職を失い、数年から数十年にわたる避難生活を余儀なくされます。精神的なストレスは想像を絶するレベルに達するでしょう。愛する家族や友人を失った深い悲しみ、将来への不安、そして見慣れたかけがえのない故郷の景色が一瞬で消え去ったことへの絶望、これらは人々の心に深い傷跡を残し、長期的な PTSD 心的外傷後ストレス障害やうつ病、不安障害などの精神疾患を引き起こす可能性が高いです。さらにインフラの寸断は食料、水、医薬品といった生命維持に不可欠な物資の供給を滞らせ、衛生環境の悪化と相まってコレラや赤痢などの感染症の大規模な発生リスクを劇的に高めます。避難所での生活はプライバシーの欠如、ストレス、集団生活による摩擦、医療体制の不備など新たな問題を生み出し、生存者たちの精神状態をさらに悪化させるでしょう。復興への道のりは単なる物理的なインフラの再建だけでなく、コミュニティの再構築、被災者一人一人の心のケア、そして社会全体の再生という途方もなく困難で多岐にわたるプロセスとなるのです。国家としての機能が麻痺し、国際的な支援がなければ復興は絶望的になる可能性もあります。そして最も恐ろしく、しかし誰もが知りたいと願う質問についに答える時が来ました。もしそんな想像を絶する規模の津波の真っ只中に不幸にも人間がいたら一体どうなるのでしょうか。ウェブ検索結果にもあったように、津波の恐ろしさはその高さだけではありません。たった30センチメートルの津波でも大人は立っているのが困難になり、足元をすくわれてたやすく押し流される可能性があります。これは津波注意報が発表されるレベルですが、その破壊力は過小評価されがちです。そして50から60センチメートルにもなれば、人は立っていることすら不可能となり、何が起こったのかわからないうちに激流の中へと引きずり込まれてしまいます。それは通常の風によって生じる波とは根本的に異なり、底なしの継続的に流れ込む水の塊だからです。想像してみてください。数十センチの高さであっても 50kg 程度の力が途切れることなく常に身体に加わり続ける。それはまるで巨大なトラックに引かれるような、あるいは強靭なアームで掴まれて放り投げられるようなものです。もしアラスカのリツヤ湾で発生したような、あるいはそれをはるかに凌駕する世界一の津波が押し寄せたとしたら、その破壊的な威力は人間の想像をはるかに超えるでしょう。人間の体はその強大な水流と途方もない運動エネルギーの前ではただの木の葉のように無力な存在でしかありません。まず津波が到達する際の衝撃波と高速で移動する水の圧力によって体内の骨は粉砕され、内臓は破裂する可能性があります。これは
高速で走行する列車に衝突されるのと同じかそれ以上の衝撃と推測されます。濁流の中では家屋の瓦礫、自動車、大型船、木材、そしてありとあらゆる生活用品が凶器と化し、高速で人体を襲います。まるで高速で回転する巨大な洗濯機の中に放り込まれたかのように激しく叩きつけられ、引き裂かれ、粉々にされるでしょう。津波の渦に巻き込まれれば方向感覚を完全に失い、天地がひっくり返ったような感覚の中で酸素を求めてもがき続けることになります。そして水中に閉じ込められれば溺れるのは時間の問題です。あるいは大量の土砂や汚泥、瓦礫によって意識を失い、そのまま命を落とすことになります。そしてたとえ一命を奇跡的に取り留めたとしても、泥水や汚染された海水による感染症、低体温症、あるいは瓦礫の下敷きになる、孤立して救助を待つことすらできないといった想像を絶する二次的な危険が待ち受けています。津波は私たちの体を容赦なく引き裂き押しつぶし、そして最終的にはその痕跡すら残さずに海の底へと沈めてしまうでしょう。その光景はまさに地獄絵図と呼ぶにふさわしい、人類が経験しうる最も恐ろしい最悪の一つです。しかしここで絶望して終わってしまってはこの話の目的がありませんね。こんな途方もない状況でも私たちは何かできるのでしょうか。悲劇の結末を変える可能性は本当にゼロなのでしょうか。津波から命を守るためにはより早くより高い場所へ避難することがあらゆる備えの中で最も重要であり、唯一の生存戦略です。日本の南海トラフ巨大地震のシミュレーションでは、適切な避難行動と災害発生直後からの迅速かつ正確な情報伝達、そして地域住民一人一人の防災意識の高さが結びつくことで、津波による死者数を最大で約7割も減らせると推計されています。これは決して諦めることなく、冷静に、そして迅速に行動すれば助かる可能性は大きく高まるという希望の光を示しています。想像力と行動力、それが生死を分けるのです。結局のところ、世界一の大津波が来ることを完全に防ぐことは現代の人類には不可能です。しかし来るべきその瞬間に備え、被害を最小限に抑えるための努力はできます。私たちができることはただ一つ、それはその恐ろしい可能性から目を背けず、日頃から備えを怠らないことです。まずはお住まいの地域のハザードマップを真剣に確認し、自宅や職場から最も安全で高い避難経路を家族や同僚と具体的に共有すること。次に非常持ち出し袋を準備し、最低限1週間から2週間分の食料、飲料水、医薬品、懐中電灯、携帯ラジオ、充電器などを備蓄すること。そして何よりも重要なのは、大地震の揺れを感じたらすぐにためらわずに一刻も早く高台へ逃げることです。津波警報を待つのではなく、揺れたら即避難、これが鉄則です。津波は一度引いても再びさらに大きな波が来ることもあります。決して大丈夫だろうと安易に判断せず、命を守る行動を最優先してください。もしも世界一の大津波が来たら、その時あなたはただ運命に身を任せるか、それとも自分と大切な人のために最後の最後まで知恵と勇気を振り絞って抗い続けるか、どちらを選ぶかは今を生きるあなたの選択にかかっています。ただしここで一つブラックジョークで言わせてもらうなら、もし万が一津波があなたを飲み込んだとしてもご安心ください。あなたはきっと誰かの TIKTOK で今日の発見、津波に流されながらも最高の笑顔を見せる謎の人物として世界中でバズり、インターネットミームとなることでしょう。もしかしたら新たな宗教の神様として祭り上げられる可能性すらあります。これは本当にそうならないことを心から願っていますが、人生何が起こるか分かりませんからね。今回の話が皆さんの防災意識を少しでも高め、災害に対する心構えを深めるきっかけになれば幸いです。自然の脅威は計り知れませんが、それに対峙する人間の知恵と勇気もまた計り知れないものです。それではまた次回のテーマでお会いしましょう。おやすみなさい。そして良い夢を見られるといいですね。この恐ろしい話の後で果たして眠れるかどうかが今夜一番の課題かもしれませんね。どうぞご分雑学パニックチャンネル登録を忘れなく。ご視聴ありがとうございました。